同じ 3D モデルでも表面に模様が入るだけで見た目がここまで変わります。しかもやることはほぼこれだけ。ブラウザにモデルを入れた瞬間、もう模様がついています。難しいモデリングソフトは使いません。使うのはウェブブラウザといつものスライサーだけです。最後まで見ればのっぺりして見える表面もつい目立つ積層痕もモデリングなしでここまで変えられます。ダウンロードしたモデルも自分の作品もそのまま印刷しただけから飾りたくなる仕上がりに変わります。こんにちは、東京九段工作ラボです。このチャンネルでは 3D プリンターをもっと気軽にもっと楽しく使うための情報をお届けしています。今回はモデルの形はそのままに表面へ質感を足して印象を変える方法を2つご紹介します。モデルの全体や曲面に規則的な模様をきれいに巻けるブラウザのバンプメッシュ、そして文字やロゴを狙った面にワンポイントで足せるスライサーの SVG 機能です。そして今回の動画は PCBWay の提供でお届けします。それでは早速バンプメッシュから見ていきましょう。まずは開いて触ってみましょう。とにかく簡単なので、あれこれ考える前にまず動かしてみるのが早いです。やることはブラウザからアクセスするだけ。バンプメッシュの URL は概要欄に貼ってありますので、そこから開いていきましょう。このバンプメッシュ、登録もインストールもいらず、すべて無料で使えます。さて、画面には最初からサンプルのキューブが置いてあります。その右側にディスプレイスメントマップという欄があります。ここが表面の模様、いわゆるテクスチャーの元になるところです。試しにここをプチプチ押して切り替えてみてください。するとキューブの表面が押すたびにどんどんテクスチャーが変わっていきます。こんなに変わるんだって見ているだけで楽しいです。さて、気になるテクスチャーが見つかったら、このサンプルのキューブだけを書き出して試しに印刷してみるのもおすすめです。実際にどんな質感になるか手元で確かめられます。このバンプメッシュ、作っているのは 3D プリンターや CNC の動画でおなじみの海外の YouTuber CNC キッチンさんです。もし気に入ったらコーヒー1杯分のチップを送ったり、 CNC キッチンさんのストアを覗いたりして応援することもできます。では実際に自分のモデルでやってみましょう。今日はこの前作った IKEA の観葉植物がすっぽり入る鉢カバーを使います。この鉢カバーのデータを画面にそのままドラッグ&ドロップ。これで先ほどのキューブが鉢カバーに置き換わって、もうテクスチャーが乗った状態になります。今はクリスタルというテクスチャーが選ばれていますね。このままでも十分かっこいいです。さて、このバンプメッシュ、パラメータをいろいろ変えることでいろんな表現ができるようになるんですが、最初から全部のこのパラメータをいじろうとすると、あれもこれもで迷子になりますので、調整のポイントだけ今日はお伝えします。まずディスプレイスメントマップ、ここで好きなテクスチャーを選んでいきます。正直ここが一番悩むとこであります。で、お気に入りを一つ選んでみてください。次に投影モード。これはこのテクスチャーをどの向きから貼り付けるかという設定です。デフォルトはトライプラナー。上、横、前の3方向からテクスチャーを投げかけてつなぎ目が目立たないように巻いてくれるモードで、大抵の形はこれで OK です。ただ、鉢カバーのような丸いものは選んだテクスチャーによっては円筒の方が綺麗に出ると感じました。ここは好みなので自分のモデルに合わせて切り替えてみてください。モードを変えるとテクスチャーの出方が結構変わります。その後、テクスチャーの雰囲気を変えてきます。まずテクスチャーの高さですね。調整するときはすぐ下の 3D プレビューにチェックを入れてください。立体になった時の見え方にぐっと近づきます。私はこの鉢カバーははっきり出したかったので 1.5 ぐらいまで上げました。くっきりさせたいなら高く、逆にへこませたいなら反転にチェックを入れてください。いじりすぎてわからなくなったらスライダーをダブルクリック、最初の値に戻せます。そして変換でテクスチャーの大きさを変えてみることもできます。慣れないうちはスケール U を大きくしたり小さくしたりしてみて調整してみましょう。最後にやっておきたいのがマスキングです。底面にはデフォルトでテクスチャーがついてない状態です。今、鉢カバーの内側縁までテクスチャーが載っています。ここはいらないので外しておきます。
塗りつぶしを選んでいらない面をクリックするだけ。塗りつぶし範囲がうまく選べないときは下の最大角度を小さくしたり大きくしたりすると選べる範囲を調整できます。あとはエクスポートするだけ。STL か 3MF 好きな方で書き出していつものスライサーで開けば完成です。では実際にバンプメッシュで作ったものをご覧ください。まずは先ほどの鉢カバー。模様を変えるだけで同じ形からこんなにバリエーションが増やせます。石垣、レンガ、網かご、それぞれ全然違う作品に見えますよね。で、こちらは小さな花瓶です。深さをちょっと 0.5 ぐらいに浅くするだけで同じパターンでも表情がぐっと変わります。それに見た目以外のメリットもあります。細かな凹凸が入ると傷が目立ちにくくなり、リブのように働いて丈夫さも増してきます。そしてこの猫さん、そのまま印刷するとてっぺんのこの積層の跡が目立つのですが、全体に模様をのせることでその積層の跡が、気にならなくなります。可愛くなって荒隠しにもなる。見てください。可愛くないですか？ここまではバンプメッシュの紹介でした。実はいつものスライサーの中で模様をつけたり文字を入れたりすることもできます。次はこのやり方についてご紹介します。今日の動画のスポンサーは PCBWay です。家のプリンターでは出せない素材で作ってみたい。そんな時頼りになります。基板製造のイメージが強いかもしれませんが、3D プリントや CNC 加工などの製造サービスも頼めます。概要欄のリンクから PCBWay チェックしてみてください。このキーホルダー、何の変哲もないただのプレートから模様をつけて文字まで入れて仕上げていきます。今回はバンブースタジオで進めますが、他のスライサーにもよく似た機能があります。用意するのは模様の SVG ファイル一つだけです。模様はヒーローパターンズというサイトがおすすめです。ここにアクセスするとパターンがたくさん並んでます。気に入ったものを一つ選んで色をですね、白と黒に変えて SVG でダウンロードします。ただここでダウンロードできるのはパターン1枚分だけです。これを 2×2 や 3×3 ぐらいに並べて使いたくなりますよね。この Photoshop のようなソフトがあればコピーして並べていけますが、少し手間です。そこで模様を自動でタイル上に敷き詰めるツールを用意しました。SVG タイラーという名前で無料で公開してます。私が一から作ったっていうよりクロードコードを使って開発して作りました。そのままそれを公開した形です。試してみたい方は概要欄のリンクから使ってみてください。ではダウンロードした SVG でこれでタイル広げたやつをスライサーに取り込んでいきます。まずプレートを右クリック、パーツを追加を選んでメニューの一番下にある SVG からさっきのパターンを読み込みます。ここで設定2つです。まずサーフェイスにチェックを入れます。これで模様が面の形に沿ってきれいに貼り付きます。そして操作をカットに切り替えます。こうすると飛び出していた模様が逆に表面へ彫り込まれる形になります。大きさは貼りたい面に合わせて調整しておきましょう。深さは 0.5 から1ミリぐらい。深くしすぎるとプレートを突き抜けてしまうので注意してください。スライスのプレビューに切り替えると面に模様がしっかり刻み込まれているのが確認できます。さて模様ができたのでその上に文字を載せていきましょう。画面の一番上のメニューからテキストを選びます。好きな文字を入力できてフォント、サイズ、太さも自由に選べます。一つコツがあって、先にプレートを選択してからテキストを作ると文字がプレートの上にちゃんと載ります。選ばずに作ると床の方に置かれてしまうのでここだけ注意です。パーツとして載せるんですね。あとは位置と大きさを合わせれば完成です。模様と文字、この2つを組み合わせるとこんな風に仕上がります。簡単にオリジナルアイテムが出来上がりました。ところでこのプレート自体も実はブラウザだけで作れます。バンブーラボのメーカーワールドにある Make My Sign というツールで形と厚み、紐を通す穴を選ぶだけで、あとは STL でダウンロードできます。3D プリンターを始めたばかりで何から作ればいいんだろうと悩んでる方もいるかもしれません。
モデリングソフトを覚えていくのと並行して今日のようなサービスも使いながらいろんなアイテムを作って楽しむ、それもものづくりのいいスタートになるかと思います。今日はバンプメッシュとスライサーの SVG 機能、この2つをご紹介しました。どちらもお金をかけずに今すぐ始められます。ぜひ一度手元のモデルで試してみてください。そしてこういうこと知りたいなとか、こんなもの作ってます、どんなことでも構いません。ぜひコメント欄で教えてください。いただいたコメントはすべて読ませていただいてます。このチャンネルでは 3D 生成 AI の最前線、3D プリンターの機種やレビュー、メーカー向けの道具箱、モデリングや 3D プリントを楽しむ方法までものづくりにまつわる情報をお届けしています。新しいツールが気になる、買う前に使い心地を知りたい、そんな時に役立つ知識を一つずつチャンネル登録しておいていただけると、こういった情報をいち早くお届けできます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。